はい、どうもこんにちは、ゆうでございます。今日はですね、ちょっと面白いガジェットっていうか、美容機器なんですけども、マイトレックスから出ているリバイブリフトポインターをレビューしていきます。最初にお伝えしておくと、数日間しっかりと使い込んでいまして、開封シーンは撮影していません。もうね、めちゃくちゃ楽しみすぎて、すぐに使い始めてしまったんですよね。なので今回は、数日間使ったリアルな感想を忖度なしでお届けしていきます。さて突然なんですけど、皆さん顔のコリって意識したことありますか？肩こりとか首こりはみんな気にするんですけど、顔周りのコリって意外と見落としがちなんですよね。デスクワークやスマホの見過ぎ、無意識の食いしばり、気づくと口筋がここですね、ガチガチに固まってしまったりとか、そんな部位に特化したのがこのリフトポインターになります。結論から先に言うと、リフトアップする小顔になるみたいな効果効能で語るのはちょっと難しい製品になります。でも気持ちよさ、ほぐれ感や日々のセルフケア習慣という軸で見ると結構面白いポジションにいる製品だなと感じます。その辺も含めて製品の特徴、2種類のアタッチメントの使い分け、良かった点やちょっと気になった点、そしてどんな人におすすめか、最後までじっくりと解説していきます。それでは行きましょう。はい、ではまずですね、こちらの製品がどういう製品なのか簡単にお伝えしていきます。マイトレックスは日本のウェルネス家電ブランドで、リバイブシリーズはもともとボディ用のマッサージガンで有名な製品です。筋膜リリースガンとか見たことある人も多いと思うんですけども、あれをこの顔周りにチューニングしたのがこのリフトポインターという位置づけです。この製品のポイントは、ボディ用みたいにガンガン押し叩くみたいな感じではなく、顔の繊細な皮膚と表情筋に最適化された微細でスピーディーな振動でピンポイントに刺激を入れていく設計になっています。顔って皮膚も薄いし筋肉も繊細じゃないですか。普通のマッサージガンを当てたら脳が揺れて危険ですし、痛いしダメージにもなりかねない。でもこれはその辺をしっかりと顔向けに設計された製品です。はい、ではこの製品の特徴をまとめるとこんな感じ。ペン型、ポインター型の細身のフォルムで、片手でも結構扱いやすいです。複数の段階で調整可能。弱はこめかみ、強は口筋など使い分けが簡単にできます。洗面台でもデスクでもリビングでも使えます。しかも付属のアタッチメントは2種類ということで、用途別に使い分けができます。この辺はですね、後ほど詳しく解説していきます。はい、では皆さんが一番気になるであろう価格帯ですね。リフトポインターは美容家電の中ではミドルレンジで3万円超えの高級美容機器ほどではないけど、安物感もない、結構ちょうどいいラインに収まっています。はい、では本体がこんな感じです。見た目がですね、いかにも美容機器ですっていう感じじゃないんですよね。個人的に結構好きな部分です。ペンというかちょっと太めの電動歯ブラシみたいなシュッとしたフォルム、指紋もつきにくく、洗面台やデスクに置いてあってもインテリアの邪魔にはなりにくいです。カラーリングも落ち着いたトーンで男女問わず使うことができます。美容機器ってザ女性向けみたいなパッケージが多いと思うんですけど、これはですね、僕みたいな男性が使ってても全然違和感がありません。これはですね、地味に大事な部分です。実際に持ってみると思ったよりは軽いなっていう風な印象です。顔や頭に当てながら使う前提になっていますので、結構重量がある機器って使っているうちに腕が疲れて結果的に使わなくなりますよね。その点これはですね、長時間持っていても疲れにくいです。そしてですね、この調整のノブはですね、テクスチャーが入っていて指から滑りにくい設計です。肝心の操作周りなんですけども、ボタン操作もシンプルで迷うことは一切ありません。電源と強度の切り替えの部分だけですね。複雑なモードが多すぎて使わなくなるっていう風な問題が起きにくいので、毎日使う製品としてはこのシンプルさは結構正解だと思います。はい、さてここからがですね、本題というか僕が一番話したかったことです。リフトポインターには役割の違う2種類のアタッチメントが付属しています。これがですね、それぞれ用途が明確で使い分けると
体験が全然変わってきます。はい、ではまず1つ目がこちらですね。先端が細く絞られたポイント型のアタッチメントです。これは名前の通りポイント、点で集中刺激を入れるためのアタッチメントになります。おすすめの使用部位としてはこんな感じ。後筋エラ周りですね。この奥歯を噛み締めた時に頬の後ろに少しモコッと盛り上がる部分が後筋です。他にもこのこめかみですね。パソコン作業や目の疲れで重くなってくる部位です。他にも頭、頭皮ですね。側頭部や耳の後ろもおすすめです。はい、では実際にこの後筋エラ部分に使ってみたいと思います。使い方はめちゃくちゃ簡単で、電源ボタンですね。こちらを長押しすると電源が入りまして動作が始まります。これ動画では伝わりにくいと思うんですけど、めちゃくちゃ気持ちいいです。ピンポイントで押されてる感じがしますので、これはなかなか指ではできないような動作感ですね。僕がやってみて一番これはいいなって思ったのがこの後筋ですね。僕はですね、実は食いしばり癖が少しありまして、無意識に歯を食いしばってるタイプなんですよね。でもこの後筋エラの部分にポイント型を弱モードで当てて振動を入れていくと、ほぐれ感がめちゃくちゃすごいです。あ、ここ凝ってたんだって気づくような感じです。それとこの頭ですね、頭皮も最高に気持ちいいです。皆さんも経験あると思うんですけど、スマートフォンやこのパソコンを見る時間が長いと、こめかみから側頭部、この頭皮までズーンと重くなってきますよね。そこにこのポイント型を当てながら細かく動かしていくと、頭が軽くなるような感覚があります。これはなかなか言葉では説明しにくいんですけど、ヘッドスパが好きな方には結構ハマると思います。はい、では続いてのアタッチメントがこちらですね。先端が広くて面で押さえてくれるようなワイド型になっています。おすすめの使用部位はこんな感じ。頬全体やフェイスライン、この耳の下から口角、顎下からこの耳の下に向かって、この範囲も結構気持ちいいです。他にも首筋ですね。デコルテや鎖骨周りもめちゃくちゃおすすめです。そしてこちらのアタッチメントは面で押していくようなタイプになりますので、おでこ全体もおすすめです。こちらのアタッチメントはピンポイントでほぐすというよりは、滑らせながら面で振動を与えていくような感じです。この見た目的に結構いかついんですけども、実際に使ってみると肌の当たり方が意外とソフトで、この顔の上をスーッと滑らせていきやすいです。どちらかというとリラクゼーション寄りの感じです。特におすすめの使い方としては、寝る前に首から鎖骨にかけて流していくと、上半身全体がすっきりとして入眠がスムーズになるような感覚があります。最近寝つきが悪いなっていう人は特にこの辺を試してみてください。僕なりの使い方のコツとしてはこんな感じ。一番最初にこのワイド型で顔全体を温めるイメージで広く刺激を入れていきます。その次にこちらのポイント型で後筋やこのこめかみなどガチガチで凝っている点を集中的にほぐしていく。最後にもう一度このワイド型でフェイスラインから首、鎖骨にかけて流していくという風な感じですね。この流れをだいたい5分くらいやると結構スッキリ感があります。はい、では次に医療機器認定とエビデンスの正直な話もしていきます。この部分は今日の動画で一番大事な話かもしれないので、しっかりとお話しさせてください。このマイトレックスリバイブリフトポインターは管理医療機器や一般医療機器の認定を受けている製品ではありません。あくまで美容機器というカテゴリーに入る製品です。このレビュー動画を作るにあたって他のメーカーの同じような製品もいろいろと調べてみたんですけども、顔に使うこういう風なハンディ振動デバイスで医療機器認定を受けているものは僕には見つけられませんでした。もしかしたら顔周りに使う製品はそもそも認定が下りにくい製品かもしれません。リフトアップ効果やこの小顔効果についてはエビデンスとして正式に認められているものではありません。これを使えば顔が小さくなりますとか、確実にリフトアップしますみたいな言い方は僕はしないです。それは誠実じゃないと思うので。
でですよ、ここからが大事なんですけど、気持ちよさ、ほぐれ感、スッキリ感っていう体感的な部分ではめちゃくちゃ素晴らしい製品だと思います。整体やマッサージを受けた後のほぐれた感覚に近いものが自宅で手軽に得られる、これは確かな価値になると思います。肩こりに悩む人が肩を温めたりほぐしたりするのと同じような感覚で、この顔周りもケアできると、そういうセルフケアの習慣を作るための道具として製品の価値っていうのはちゃんとあると思ってます。はい、では続いて正直なメリットデメリットもまとめていきます。いい点はこんな感じでは、1つ目はピンポイントで結構狙いやすいです。抗菌、こめかみ、耳の後ろとか大きいマッサージガンでは怖くて当てにくい場所もしっかりと狙ってほぐすことができます。頭皮ケアが最高に気持ちいいです。ヘッドスパ的なリラックス体験が自宅で簡単に再現できます。これだけでも結構価値はあると思います。軽くて扱いやすい、重いと使わなくなるので、この軽さっていうのは継続性に結構直結していきます。では4つ目はアタッチメントの使い分けが結構直感的です。ポイント型とワイド型、この見た目で用途が簡単に分かります。マニュアルを何度も読み直す必要がない。アタッチメントっていうのは別売りでも様々な種類のアタッチメントがありますので、用途に応じてもうちょっとほぐしたいなっていう人は大きめのアタッチメントを買うということもできます。操作がシンプルだったり、忙しい朝でも続けられるような達成感、満足感、そして使った後のほぐれ感、スッキリ感がすぐに分かりやすい、この辺は非常に大きなメリット、いい点だと思います。逆に気になった点はこんな感じ。リフトアップ、小顔効果を期待しすぎるとちょっと拍子抜けすると思います。美容器具というよりはこの顔周りを気持ちよくケアしていく製品という風なイメージですね。そして2つ目ですね。動作音は無音ではありません。実際の動作音としてはこんな感じ。弱モードだとそんなに気になりはしないと思うんですけど、一番強くすると結構振動します。少しずつ強度、強さを上げていくと振動もすごいですし、音量も結構響きます。その辺は注意して使ってみてください。他に気になる部分はこんな感じ。この抗菌、エラには強モードが効く一方で、こめかみには結構強すぎます。意識的に切り替えて使う必要があります。僕の個人的にはこのアタッチメントの収納場所がないんですよね。アタッチメントが2個ついているということで、1個を使っていると1個がこんな感じにどこかに行ってしまうことがあるんですよね。このアタッチメントの保管場所とか、あとはこの本体の充電台みたいな専用の台座やスタンドがあればもっと使いやすくなるかなと思いました。はい、では続いておすすめな人はこんな感じ。食いしばりや歯ぎしりの自覚がある人、デスクワークや長時間のスマホ使用で顔周りや頭皮が重い人、寝る前のリラックスタイムを充実させたい人や、男性でこっそりと顔のケアを始めたい人、こういう方にはめちゃくちゃおすすめです。逆におすすめしない人はこんな感じ。リフトアップや小顔の劇的な変化を明確に求めている人、電気刺激や振動が苦手な人、この辺りの人にはこの製品は合わない可能性があります。はい、では僕の総合評価としてはこんな感じ。マイトレックスリバイブリフトポインターは効果効能を謳う製品ではなく、気持ちよさ、ほぐれ感、日々のリラクゼーション習慣を提供する美容ガジェットという風な感じですね。この部分を履き違えなければめちゃくちゃいい製品だと思います。抗菌、エラほぐしの体感的な気持ちよさや、頭ですね、頭皮ケアの圧倒的な気持ちよさ、そして2種類のアタッチメントの使い分けの楽しさや生活に溶け込む手軽さ、このあたりは僕は素直にこれいいなと感じました。僕がレビュアーとして強く言いたいのは、美容機器の価値って結局は
使い続けられるかどうか、これがほぼ全てになると思います。めちゃくちゃ高機能で高価な製品でも3日で使わなくなってしまったら結局は意味がありません。逆にシンプルでも毎日5分間だけ続けられる製品の方が結果的には体感は結構積み上がっていきます。そういった意味でこのリフトポインターは継続のしやすさという軸では結構強い製品だと思います。お手軽、軽くてデザインがいい、しかも毎日5分で完結する、こういったハードルの低さが実は一番の価値かもしれません。すごい新技術みたいな製品ではないけど日常に溶け込むいいガジェットという風な評価です。はい、ということで今回はマイトレックスリバイブリフトポインターのレビューをお届けしました。繰り返しにはなりますが、これは効果を保証する製品ではなく気持ちよさと習慣を作っていくような製品です。そういった前提で選べば結構いい相棒になってくれると思います。デスクワークや食いしばりが多い方、寝る前のリラックスタイムをもっと充実させていきたいという方はぜひチェックしてみてください。